こんにちは、ハイジーです。というわけで、なんとこのハイジー名作劇場のチャンネル登録者数が75万人を突破しました。皆様本当にいつもありがとうございます。というわけで今日はお祝いも兼ねまして人気食べ放題のお店でお腹いっぱい食べてみようのコーナーというわけで、ブッフェザフォレストララポート東京ベイさんにやってきております。ご覧ください、このナチュラルな空間、色味が素敵な感じ。そしてなんとこちらのお店はオレンジページとのコラボメニューも楽しめるということで、こちらもまた楽しみな要素でございますし、今やっていますこちらディナー限定のいちぼの厚切りローストビーフも食べ放題ということでよろしいのでしょうか。これはもう半端じゃない空気感バンバン出ております。それでは早速1周目取ってまいりましょう。さあ取ってまいりまして、こちらの手袋なんですけども、これは使うたんびにこちらのポリ袋に入れてまた新しいものをっていう感じでございまして、取ってきましたのはこちらになります。まずこのねジュレのやつ、ブロッコリーが入ったジュレのやつとカポナータと、かぼちゃも取っちゃいましたね。で麻婆ナスいって、でやっぱ麻婆ナスの隣に一応おぼろ豆腐もね取ってまいりまして、ガパオジャンバラやスクランブルエッグ、そしてこちらがコールド麺、パクチーのコールド麺というのがありましたので取ってきました。そしてこれもそもそもテンション上がってるんですけども、こちらででーん、半端じゃなくない？ローストビーフ、いちぼのローストビーフがなんと食べ放題メニューに入っておりまして、こちらまずは席に着いたら持ってきてもらえるっていったものなんですけれども、その次元じゃないクオリティであることはもう見てわかるやつ。この質感絶対美味しいじゃん。いただきます。じゃあ一応ベジファーストということで緑の方から、これジュレってまたおしゃれな美味しい。ジュレの塩っ気でまた進むよね。やっぱこの迫力ちょっと尋常じゃないから、しかもちゃんと分厚いんだよね。食べ放題のローストビーフってこんなんじゃないはずなんだけども、どうなってんのこれ。このお店の方発注間違えたんじゃないですかね。これ発注ミスだから怒られてるやつだ多分。なんじゃこりゃ。今僕いろんなミスを犯しました。見た目のインパクトにやられすぎて早く食べたいと思った挙句にナイフフォークがあるのに切らずに食べましたよね。1枚ペロリと。あとソースかけてませんでした。なのにうまいで、柔らかいから切んなくても余裕でした。今一旦ソース持ってきまして、黒みりん、ハニーマスタード、レモンを取ってまいりました。はいはい、
美味しいです。肉厚だけども全然噛み切るの無理とかじゃなくて柔らかいの。そして甘さを伴った旨味がじゅわっと飛び出してくるの。カポナートもいきましょうか。この煮込まれて柔らかいお野菜たちね、冷ためだからさ、今の時期またね、体も美味しいよね。体も美味しい？わかんないけど、体が喜ぶと見て捉えてもらって問題ございません。そしてかぼちゃの方もいってみましょうかね。でローストビーフ挟むともうふんだんにあるからめちゃくちゃありがたい。甘くて美味しいし、この表面のさ脂乗った感じむちゃいいよね。そしたらもうさ、ジャンバラヤとか一口サイズですけれどもいってみましょうかね。ほんのり辛くてご飯むっちりした感じがまた美味しいガパオなんですけども、結構ね器の中に唐辛子が入ってたんですよ。だからどれくらい辛いかをチェックする意味でも取ってきてみたんですけれども、美味しい。これサバの美味しさを感じられるめっちゃいいやつでした。あとね、唐辛子じゃないね、これね、多分パプリカでした。そうしましたら麻婆ナスいくよね。でこの麻婆ナスの余韻を引きずりながらおぼろ豆腐でスクランブルエッグでこのパクチーのコールド麺、漏れなく美味しいね。でハニーマスタードでもいってみましょうかね。いやこれは驚くよ。食べ放題でこのレベルのローストビーフ、改めてちょっとびっくり。映画版で急に泣かせにかかってくるさギャグアニメあるじゃん、あれくらいの衝撃受けるくらいのびっくり。レモンも当然うまいんだろうね。レモンの方はまたさっぱりいける感じで、個人的優勝はハニーマスタード。さあ1周目ペロリでございます。2周目いきましょう。さあ取ってまいりました。ローストポークから始まりまして、こちら鶏胸肉でしょ。でこちらが鶏もも肉、そしてコロッケがあって、このさピザ的なものもあったから取っちゃったんだよね。で玉ねぎがあってパスタがあって、こちらグラタン的なやつですかね。で人参オレンジラペっていうものでしたね。個人的にはがっつりしたものをいっぱい取ってきたっていうイメージだったんですけれども、並べてみたらおしゃれになっちゃうのよ。今日はビーフ、ポークね、チキン全部制覇したことになるんですけども、ローストポークもこのソースでこちらしっとりしてそうなんですけども、もも肉に関しましてはでかいのよ、ワンカットが。で皮うまそうっていうことで取ってきちゃった。全部がね、食べるごとにお肉もっと食べたいって思わせるようなうま肉で、コロッケいきましょうか。食べてるのは牛、豚、鶏なんですけどもうま肉ですよ。でコロッケもソースつけ忘れ事件起きましたけども問題ない、うまい。一旦お野菜挟みましょうか。レモンとオレンジが合わさった味わいの中に人参が入ってくる感じがおしゃれ。味のコーディネートがおしゃれ。やかましいこと僕言いましたね今ね。このなんかピザ的なさやつ食べましょう。うわそしてマカロニグラタンですかね。でこのオクラのパスタですよ。そうなんかさ、パスタ屋さんとかに行っていっぱいある中から一品のパスタを選んで注文するってなると、オクラのパスタなかなか選べない自分がいて、そういう時に食べ放題でこのメニューがあるとむちゃくちゃありがたいのよ。ちょっといけるっていうちょっといける精神でオクラのパスタ食べたいから結局ほんのりネバうまな感じがいいんだよね。で玉ねぎのグリル、ほんのり甘い感じを楽しみたいならこれで十分かもしれませんけども、ソースもかけてみましょうかね。トロンと、食べまして、自分の中で今2周終わってまだ行きたい気持ちあるんですけども、1個気になるのはローストビーフ本当におかわりできんのっていうそこ問題。もしかしたら最初1回だけのサービスっていう感じもするから検証してみましょう1回ね。すみません、ローストビーフのおかわりってできますでしょうか。かしこまりました。
1人前で、はい、できるっぽいです。おかわりはお皿に乗ってきました。なんと板からお皿へステージを変えて登場してきましたが、相変わらず綺麗なピンク。鮭みたいになっちゃってるじゃん、こう見たら鮭何その例え。鮭ではないです。ローストビーフは重ね方おしゃれ。やっぱりカットしまして、美味しかったハニーマスタードこう添えさせていただきましてすげえさあ今回はシンプルにとってまいりまして、まずこちらフォーですね。でフォーの上にパクチー乗せすぎてちょっとフォーが見えてないんですけども、この感じで、あとはスイーツ系マンゴーと豆乳のパンナコッタ、こちらオレンジページさんコラボということで撮ってみて、あとはいちごのムースケーキも撮ってまいりました。ほらここで一旦さっぱりと甘いのを挟んでいくということでございます。ではこうと見えてる、ちゃんとフォーが入ってます。白湯スープの中にこれねレモン果汁も垂らしましてさっぱりさせた上にこのパクチーの爽やかさ、鼻を抜ける感じいいね。でスイーツはさサイズ感またいいよね。いっぱい食べ比べできそうなこのサイズ感、もうペロリですもんこれ。うまい。一口サイズ嬉しいね。もうこのまずローストビーフを1枚だけおかわりですかって言ったら対応してくださいまして、でこれベロンときて、でご飯の量はちょっと少なめにしてこんなもんで、この上にネギのせのわさびあしらいのでソースでは食べていき、あれ寿司じゃない、これ寿司を食う。ちょっとね名前が全部おしゃれだったがゆえにもう名前は覚えてないんですけども、このパクチーのねパスタが美味しかったのでもう一回取ってきて、あとは麻婆豆腐完成させました。あとはもうオールスイーツの感じで攻めてみましたが、いかがでしょうか。壮観だよねこれね。あと今向こうに行った時にちょっと見つけたんですけども、なんかこのローストビーフがお持ち帰りもできるメニューで中で880円するやつだということが判明したので、やっぱりこれおかわりいっぱいすべきだわ。いやこのパクチー入ったパスタすげえうまいんだよな。これ何このうまさ。家帰ったら自分でも作ってみようかなといううざいの出ましたなんか下の記憶を頼りに味再現できる人みたいなこと言っちゃいましたけども、これうまっ。麻婆豆腐スイーツ7連発一気にいっちゃいましょう。もう全部一口ペロリパターンで。はい簡単に食べちゃいましたね。ドリンクコーナーでスムージー作れるっぽいのでそっち攻めてみましょうか。アレンジで野菜も加えてスムージー作ってみたんですけども、お疲れ様です。そんなわけでごちそうさまでしたと見せかけて、まだローストビーフ食べますから、こっちのソースのバージョンもね楽しんでおかないといけないなっていうのもありますので、はいこう切ってでこのローストビーフいくともう一回スイーツ行きたくなっちゃうという怖さもありますし、だから行くしかないですし、一応今ね家族用にテイクアウトでローストビーフも注文したらめちゃうまそうこっちのやつもお持ち帰りバージョンも
やっぱり巨大で美味しそうなローストビーフで、多分家でこれをもう一回眺めてスイーツ行きたくなっちゃうっていう、もう無限ループ。